サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラリークッキングは砂糖という豆に挑戦。砂糖の料理として甘味噌炒めを紹介しますが、下処理といいますか、鞘から出す方法をいろいろ試したので、そちらをメインにお届けします。砂糖というのは東南アジアで食されていて、タイでは南部が名産のこんな立派な鞘を持つ豆です。なぜかバンコクではマナオウリの屋台で一緒に売っているのをよく見かけます。豆の大きさはそら豆と同じくらいですかね。そら豆よりもごっつくって硬いです。砂糖は日本語でねじれ房豆、英語ではペタイ、ビタービーン、トゥイステッドクラスタービーン、スティンクビーンなどいろんな呼び方があります。ペタイまたはプタイというのはマレー語の呼び方から来ているようです。スティンクビーンは臭い豆という意味で、中国語でも臭い豆と書いて長豆と呼ばれています。なんだか散々な呼び方ですけど、本当に臭いんですよ。動画では匂いをお届けできないのが残念というか、なんというのか、硫黄の匂いにも似ているし、ちょっとアンモニア臭っぽい気もするし、なんか椎茸が腐りかけているような、そんな感じといえばわかりますかね。わからないですよね。これはちょっと嗅いでみないとね。なんでそんな臭い豆を食べるかと思うのですが、これがやみつきになりそうな独特なうまさがあるんです。でもね、ハマりすぎちゃダメですよ。連日食べたら体臭がしてきます。一日でも食べ過ぎると尿や汗、はたまたおならにまでしっかり匂いが出ますから気をつけてください。とりあえずこの日作った分を2人で食べるくらいなら特には問題なかったです。多分ですけどね。まあみんなで食べれば怖くないって感じかな。ニンニクと同じようなものだと思うといいでしょう。匂いには気をつけますが、私も大好物なのでタイ料理レストランで見かけたらご褒美だと思って注文します。タイ料理ではエビか豚肉のガピ炒めが主流です。ガピというのはシュリンプペーストのことです。でもレストランのメニューにあっても売り切れとか今の時期はないと言われることがよくあって、何度もがっかりさせられています。季節的にはだいたい5月くらいから出始めるようです。先日クロント市場に行ったら見つけました。いつもは鞘から出した豆を買うんですが、鞘のまま売られてるのがなんだかとっても美味しそうで買っちゃいました。それに豆だけのは結構なお値段がするんですよ。今はまだ出始めというのもあるんでしょうが、キロ280バーツもしました。ちなみに鞘の方はこの単位で50バーツでした。ではここから鞘から取り出そうと格闘した様子をお送りします。それにしてもどうやって取り出すのがいいですかね。まずは筋を取って、それから豆を抜こうと思ったんですが、これがいやいや思った以上に硬くて、筋を引っ張ったらスーッと取れるかと思ったのにブチッと切れちゃってうまく取れないんです。仕方なく手でいじっていましたら、とりあえず1個分がパキッという感じに割れたので、そこで手でガシガシと格闘する状態になりました。手で取り出せないことはないです。薄皮がありまして、これも剥きますが、なんかこれも大変。この後何個も試しましたが、鞘から取り出した時に薄皮が少し破けていたら剥きやすいです。でもたまにきれいに豆にピチッと薄皮が残っていることがありまして、そうするとまず薄皮を破るところから始まるんですが、それがちょっとイラッとするんですよね。もっと爪を伸ばしておけばよかったと思っちゃいました。ナイフでちょっと切れ目を入れるといいようです。
切れ目が入った薄皮は手でこするようにすると剥きやすかったです。硬い筋はハサミを使うのが良さそうです。ハサミで筋を取ったら鞘がペロンとはいかないんですよね。私のイメージはペロンだったんですけど、そんなうまくいかないです。鞘にハサミを入れて切れ込みを入れようとしましたが、うまくいかないです。豆にビシッとくっついちゃってるんですね。やっぱり手でガシガシ。他になんかいい方法はないんでしょうかね。この調子でこれ全部やるのかと思うとちょっとげんなりです。こういうのってすごく夢中になって没頭できる時もあるんですけどね。時間がない時はちょっと焦ります。筋を取った後、ナイフを入れてパカッと半分に割れるかなと思ったんですが、それもダメでした。なんか自分で見てても危なっかしくってしょうがないですね。すすってナイフが入るかと思ったんですが、甘かったようです。結局手でガシガシ。ここから少し早送りにしてみます。4倍速なんですけど、なんか手際が悪いですね。試行錯誤の結果、一つの豆に対してギリギリ包丁を入れるとちょっといい感じです。まあ多少かけるのは気にせず、思いっきりナイフを入れるのがいいかもしれません。それにしてもやっぱりめんどくさい。ここでついに断念しまして、タイ人がどうしているかをネットでいろいろ調べてみました。ほとんど似たような感じでしたが、一ついい技を見つけました。豆が半分にカットされてしまいますが、鞘ごと豆を割るように包丁を入れるのです。豆の歯ごたえもしっかり楽しむとか、美しさを求めるなら豆1個きれいなままがいいでしょうが、実はたまに虫がいるかもということを聞いてから、そもそも私は買ってきた豆をいつも半分にカットして中を確認して料理しています。そういえば最初から半分になって売っていることもあります。豆に火が通るのも早くなるので、この鞘ごと豆を半分にする方法はいいアイデアです。薄皮もスルッと剥けて楽々です。ちょっとまた倍速で見てみましょう。さっきよりだいぶ手際がいいと思いませんか？このおかげで後半かなりスピードアップしました。なんとか全部の豆を鞘から取り出しました。全部でこれぐらいになりました。ではかなりアバウトなレシピになりますが、紹介していきたいと思います。私のおすすめは甘味噌炒めです。和の味付けですけど、これがとっても合うんですよ。材料は砂糖、豚こま、味噌、砂糖、これは調味料のお砂糖、そしてニンニクと唐辛子、油、それぞれ適当です。ニンニクと唐辛子はみじん切り、豚肉も必要であれば適当な大きさにカットしておきます。ひき肉でもよく合いますので、お好みでどうぞ。味噌と砂糖を少量の水で溶かして、唐辛子も混ぜちゃって肉を浸しておきます。砂糖をすぐ食べる分には必要ないですが、もしすぐ利用しないのであれば氷水につけてそのまま冷蔵庫、あるいは数時間氷水につけてざるにあけて水分を拭き取ってビニール袋に入れて冷蔵庫に保存するといいそうです。冷蔵庫で1ヶ月、
冷凍庫なら1年保存ができるそうです。ちなみにさやごと買ってすぐに剥いたりできない場合は、適当な長さにカットしてさやごと水につけて冷蔵庫で保存するという方法もあります。いろいろと知恵があるものですね。それではレシピです。まずフライパンに油をひいてニンニクを炒めて、香りが出たら砂糖を炒めます。砂糖は生でも食べられるのですが、私はしっかり火が通った方が好みです。まあお好みでってことになりますが、しっかり火を通すために水を加えて炒め煮みたいにします。その後に漬けておいた肉を調味料ごと加えて炒めます。油をあまり使いたくないというのもあるのですが、ここでまた水を加えて水分がなくなるまで炒めます。結構長い時間炒めているかもしれないです。でも10分はしないかな。そんなこんなで好みの硬さになったら味を調整します。ちょっとコクが足りなくて砂糖を足したりもしました。その時にまた水を加えたりするので、本当に適当なレシピです。肉はなぜか豚肉しか使ったことがないのですが、きっと他の肉でもいいのでしょうし、もちろんエビでもいいし、肉なしの甘味噌だけでもいいと思います。結構濃いかなというぐらいがご飯が進んでいいと思います。さやから出したばかりで豆自体の美味しさもあったと思いますが、いや自画自賛ですけど本当に美味しくできました。もっといっぱい食べたいくらいでしたが、体臭の問題もありますからね。ちょっと物足りないと思うぐらいがちょうどいいのでしょう。なかなか手を出しにくい食材ですが、これからが美味しい季節のようですので、タイにいる方は一度さやから試してみてはいかがですか？いや、さやはちょっとハードルが高いという方は、豆だけでスーパーでも売っていますので、ぜひトライしてみてください。調味料を工夫して赤味噌にしたり、豆板醤やコチュジャンを使ってみるのもいいと思います。いかがでしたでしょうか？この動画が面白いとか役に立ったと思っていただけたら、高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくです。ではまた次回。サワディーカー。